さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。99回目の今回は、史上最高のサブマリン投手と、称される選手の紹介になるよ。その選手とは、阪急に20年在籍していた、山田久選手だよ。通算284勝を挙げた山田選手、一体どんな選手だったのか、早速解説を始めていくよ。山田久1948年7月29日生まれの83歳。秋田県能代市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は監督、コーチ、野球解説者を務めているよ。現役時代は、12年連続開幕投手を務めるなど、アンダースロー投手として、日本プロ野球最多となる、通算284勝を記録しているよ。山田の兄は能代高校 OB で在学中に、レギュラーとして甲子園出場を果たし、その兄の背中を追って能代高校に進学。2年生の夏の、自身のエラーによるサヨナラ負けが、三塁手から投手に転向するきっかけになったそうだよ。1966年の夏の甲子園県予選では、準々決勝までわずか自責点1で勝ち抜くが、準決勝で秋田校に逆転負けし、西大井大会には進出できなかったよ。卒業にあたって、早稲田大学や亜細亜大学などからの勧誘もあったが、プロになる一番の近道として、大学進学を進める両親の反対を押し切って、富士製鉄釜石に入社。東邦をサイドスローからアンダースローに変えるよ。1967年の都市対抗に出場、1回戦で優勝候補の日本生命を完封し、注目を集めるよ。しかし、2回戦で敗退。これを含め、都市対抗には3年連続で出場したよ。1967年のドラフト会議で、西鉄ライオンズから11位で指名を受けるが拒否。後日、ラジオのインタビューで、本人が語ったところによると、プロ野球チームの指名を受けて、有頂天になり、本当は入団したかったが、家族や親戚から大反対されて、諦めたそうだよ。ドラフト史上最高の豊作と言われた、1968年のドラフト1位で、阪急ブレイブスに指名されるよ。この時点で、山田は練習中に腰を痛めていたため、入団をすぐに受託せず、チームに残ってリハビリに励むよ。腰痛から完治した、1969年8月の都市対抗終了後、阪急と正式契約を結び入団。山田が入団した頃の阪急は、米梶コンビと呼ばれた米田と梶本、石井、足立などの投手王国で、山田は、俺なんかどうやって入っていったら、と不安だったそうだよ。2年目の1970年は、開幕より主戦投手として起用され、いきなり6連敗するが、5月14日の西鉄戦で初勝利を挙げると、5月19日の東映戦で、初完投、完封を飾るなど主力投手として台頭。シーズンでは2桁の10勝を挙げ、防御率も 3.19 でリーグ8位。背番号が17になった1971年には、22勝を挙げ防御率 2.37 で最優秀防御率、最優秀勝率、さらにベストナインのタイトルも獲得。当時は速球で押す投球が信条で、西本監督が、投手で一番大切なのはコントロールや、と言っても、いえ、ストレートに力があれば、ど真ん中でも打たれません。と反論したそうだよ。しかし同年の日本シリーズでは、第3戦で王にサヨナラスリーランを浴び敗北。この時、山田はマウンドにしゃがんだまましばらく動けず、監督に抱きかかえられるようにして、ベンチに引き上げたよ。山田は後に、天狗の花をへし折られた。あのホームランがあったから、その後の自分がある、と10回しているよ。1972年は20勝を挙げて最多勝、また2年連続のベストナインのタイトルを獲得。しかし、この年に膝を痛めたことで球速が落ち始め、1973年に最多飛本塁打を記録すると、ストレート中心の投球に限界を感じ、新しい球種の必要性を考え始めるよ。そこで、同じ下手投げの足立に、シンカーの投げ方の教えをこうが、足立は、ストレートが通用するうちは、シンカーは投げるなと、握りすらも教えてくれなかったそうだよ。1975年の阪急は、剛速球で知られた新人の山口の活躍で、日本シリーズ優勝を果たしたが、山田は12勝にとどまり、本塁打36、自責点95はリーグ最多、防御率は 4.32。この年山田は、山口の出現、首脳陣が同じ12勝だった山口を重用する方針などの不信感があり、これにより、納会終了後に、ユニフォームを持って、球団事務所を訪問し、辞意を伝えるよ。ただ、球団に懸命に慰留されて現役続行を決めるよ。1976年、この年から山田は、シンカーを本格的に使い始め、26勝を挙げ2度目の最多勝、最高勝率を獲得。1977年は16勝、防御率 2.28 で2度目の最優秀防御率を、1978年も18勝4敗で、
3度目の最高勝率を獲得するなど、いずれの年も阪急の優勝に大きく貢献し、史上初の3年連続 MVP を獲得。1979年は21勝で、3度目の最多勝を獲得するとともに、日本プロ野球記録となる、4度目の最高勝率、2リーグ制以降の記録である、5度目のベストナインを獲得したよ。しかし、同年のプレーオフでは第1戦に先発し、シーズン中でも使わずに、隠していたフォークボールを使うも敗戦投手となり、チームも3連敗で敗れ、リーグ5連覇を逃すよ。1980年と1981年は、2年連続で13勝に終わるが、1982年はスライダーで活路を見出して、16勝9敗と再び成績を向上させたよ。同年の4月29日のロッテ戦で、アンダースロー投手としては、皆川に次いで200勝を達成。1984年のリーグ優勝時は、シーズン中に膝に打球を受け、骨折により戦線離脱したために、14勝にとどまったが、監督の上田の信頼は絶大で、21勝を挙げた今井を差し置いて、日本シリーズ第1戦の先発に起用されたが、8回裏に広島の長島に逆転ツーランを打たれ、8回3失点で敗戦投手になったよ。1987年、この年は清原に通算2000奪三振を達成したものの、7勝に終わり、17年続けていた、2桁勝利も途絶えたよ。翌1988年は開幕からなかなか勝てず、5月にはもう、この年限りの引退を考えていたそうだよ。そして4勝10敗の成績に終わり、現役を引退。通算300勝を目指していたが、あと16勝届かなかったよ。なお、現役最後の試合は10月23日の阪急戦で、山田は関東勝利を挙げ、阪急ナインに胴上げされたよ。現役引退と前後して、球団の親会社が、阪急電鉄からオリックスに変わったことから、背番号17は、球団の永久欠番とはならず、山田の引退から、わずか2年後の1990年オフに入団した、長谷川に与えられたよ。山田はこれに対し、7と17は永久欠番にして欲しかったなぁ、と語っているよ。通算284勝は、アンダースローの投手としては、プロ野球最多勝記録である一方、日本シリーズでは不思議と相性が悪く、通算6勝9敗1セーブと、不本意な成績に終わっているよ。引退後は NHK 野球解説者、日刊スポーツ野球評論家となり、1989年ドラフト会議で、阪神平地入団しながら、他の評論家から、あんなの使い物にならない、と酷評されていた葛西を、入団当初から、球界を代表するアンダースロー投手になる逸材と、唯一評価し続けていたよ。1994年、オリックスブルーウェーブの投手コーチに就任。実績もあり理論的に指導できるコーチとして、選手からも信頼があったよ。しかし、投手起用をめぐって、監督の奥義と対立し、1996年の日本シリーズ制覇に貢献した直後に退団。1997年からは NHK 解説者、日刊スポーツ評論家として復帰するよ。1999年、中日の投手コーチに就任。この前に巨人監督の長島からも、投手コーチとしての誘いを受け、妻の病気を理由に断っていたが、中日監督の星野より、直に強く説得され、星野監督を男にしたい、と引き受けたよ。中日でも投手コーチとして手腕を発揮、岩瀬にキャンプ中付きっきりでフォームを矯正し、リーグを代表する、中継ぎエースに育て上げたよ。1999年中日でも優勝を果たし、優勝請負人と言われたよ。そして2001年にはヘッドコーチを兼任。2001年オフに中日監督に就任。監督1年目の2002年は、5位から3位に順位を上げるが、優勝した巨人には 15.5 ゲーム差をつけられたよ。同年は朝倉を先発に起用し、初勝利以降勝利を重ねて、11勝を挙げたよ。星野の後を引き継いで、監督に就任が決まったのは、星野の意向だと言われているよ。しかし、直後に星野が阪神の監督に就任。二軍監督の島野も引き抜かれたため、球団内のバックアップを失うこととなったよ。山田は、あの時、島野さんを引き抜かれたのが、一番痛かったと語っているよ。監督時代にはオリックス時代の教え子であり、故障で不振の平井を獲得し、中継ぎとして復活させたこと、内野守備に難があった福留を外野にコンバートしたこと、荒木と井端の洗い場コンビを、辛抱強く使い続けたこと、FA で谷繁を獲得して、正捕手を強化したことなど、後の中日躍進の基礎を築いたよ。そして2003年9月9日、成績不振のため遠征先の広島で解任となったよ。この時点で5位だったが、59勝61敗で勝率は、ほぼ5割をキープしており、実際はオーナーをはじめ、本社サイドの心象を悪くしたことによる解任であったそうだよ。2006年から CBC テレビ、ラジオの野球解説者を務めるほか、日刊スポーツ評論家に復帰。
2005年からはブレイブス、ブルーウェーブ OB 会会長を務めているよ。2006年に野球殿堂入り。12月に行われた野球殿堂入りパーティーには、イチロー、田口がスペシャルゲストとして出席したよ。そして2009年、WBC 日本代表の投手コーチに就任。投手選考と投手起用については、監督の腹からほぼ全権が委任されていたよ。WBC の投手の投球制限規定に悩まされたが、本来は先発投手である、ダルビッシュ有を抑えに起用するなど、2大会連続世界一に大きく貢献したよ。2016年2月には、オリックスバファローズの春季キャンプで、福本と共に、臨時コーチを務めたよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、さすが時代ということもあって、試合数や勝ち星が多いのもあるけど、先発以外もこなすタフさ。それに、チームメイトであっても、変化球を教えてもらえないことから、チーム内でも競争が激しかった。でも、一度は若くして辞めようとし、続けて結果的に現役を20年続けた、精神力もタフだったんだろうと思うよ。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。